今回は今買うべきスマホ情報共有したいと思います。私はモトローラ、Google から案件や提供を貸し出し受けておらず、メーカー担当者とつながっていません。なので公平な比較をしていきたいと思います。普通は提供を受けてるメーカーの方をよいしょすると思うけど、安心してください。それと5段階評価やっていきたいと思います。充電は125、デカデカアピールしてます。オープン出てきました。めちゃかっこいい。ソフトバンクのサイトを見ていると、頭がおかしいことになっていました。この中で一つ、価格がおかしいことになってます。それはこれ、モトローラ Edge50S Pro 23,000になってます。頭おかしいです。数ヶ月前、3万なんぼで買えるって話題になってたけど、23,000です。フライング購入された方は残念です。どんだけモトローラ人気ないんですかね。カラーは黒。いや違う。ブラックビューティー。美しい。リュクスラベンダー。バニラクリーム。絶対に食べないでください。3色展開。モトローラは革調みたいなデザイン。モトローラは側面エッジディスプレイなので一番ベゼル細いです。普通に新規契約で23,000です。何の割引も適用なくて23,000円。頭おかしいです。一括購入です。この画面です。一括払い。これで23,000円。ビューティー、リュクス、バニラクリーム。絶対に食べる。在庫はどれもあります。どんだけ人気ないんだい。さらに22歳以下は 13,000 値下げされて 9,800 円になります。安すぎです。さらに割引適用すると1400何本になるらしいですけど、やり方はわかりません。皆さん見つけました。1472円。家電量販店に行ってきたけど、価格はソフトバンク公式と同じ値段でした。この代理店、このサイト、スマホ乗り換え .com、このサイトで1472円で売ってます。一括の値段。現在セール開催中。詳細見ていくと、一括払いで乗り換え MNP、もしくは新規契約で22歳まで、対象の料金プランに加入する必要があります。高いやつだと思います。メリハリ無制限プラス、ペイ得無制限、ペイ得50、ペイ得30、この4つに加入する必要があります。そうすると、もともと安い 23,000 円から22,000円引かれて 1,472 円。頭がおかしいです。皆さん1円スマホじゃなくてこっちを買いましょう。1,472 円。元値は7万円ぐらいのミドルレンジスマホ。1,472 円。何パーオフ代 ?80 から 90% オフもっと。さあ元の動画に戻ります。普通に買って 9,800 円。割引なしで 23,000 円。頭がおかしいです。とにかく安いスマホ欲しい人、このスマホ買いましょう。ピクセル 9a、提供か知らないけど大絶賛されているスマホ。とにかく安いスマホ欲しい人はモトローラの方がいいんじゃないですかね。普通に定価では絶対に買わないでください。ピクセル 9a。256、95,000とかくっそ高いですからね。割引後はありだと思います。27日までセールしてます。フリマサイト、相場6万円になってます。定価では絶対に買わないでください。適正価格は6万円ぐらい。市場がそう言ってます。モトローラ、ヤフーフリマ、新品相場3万ちょいぐらい。だいたいそれぐらいになってます。それぐらいで取引されてる。10% オフクーポン持ってる人は3万円以下で買えるんじゃないですかね。新品価格になります。メルカリよりもヤフーの方が相場安いことが多いです。なぜなら販売手数料 5%、メルカリは 10% だからです。ヤフーショッピングは新品が3万5千円ぐらい。ポイント還元合わせると3万2千円ぐらいですね。セール時だともう少しポイントつくと思います。Amazon だと3万5千円。Amazon はポイント還元が一番しょぼい。SIM 契約したくない人は、転売になりますけど、このような楽天市場とか買ってもいいと思います。楽天市場ポイント還元合わせて3万1000円ぐらい、3万2000円ぐらい。だいぶ相場下がってます。楽天と Amazon、概要欄、商品ページ貼っときます。アフィリエイトリンクになります。なので私に数%報酬が入るので注意してください。スペック比較しましょう。Pixel 9a 大絶賛されているスマホ。6.3 インチでコンパクトで持ちやすいとかなんか話題になってるけど、ベゼル極太で横幅かなりでかいです。画面サイズの割に本体サイズでかいので片手操作そんなやりやすくないです。売るための宣伝なら仕方ないんじゃないですかね。モトローラは画面サイズ 6.7 インチ。本体サイズ、横幅、ピクセル 9a と一緒です。画面サイズ全然違うけど、ベゼルの太さが違うので、横幅同じです。6.7 インチのスマホと横幅一緒なので、はっきり言って本体小さくないです。縦幅は 7mm か 8mm ぐらい、モトローラの方がでかいです。重さはほぼ一緒。付属品が違ってモトローラ 125W 充電器ついてます。ケースもおそらく試供品ついてると思います。SIM フリー版と同じ仕様でしょう。メモリーが 8GB か 12GB 違うぐらい。ソフトバンク版は 8GB に減らされてます。ピクセル付属品何もないですからね。これよりはいいでしょう。
次にアンツーズベンチマーク見ていきましょう。私のブログ記事になります。色分けしてます。モトローラ総合スコア82万点。総合スコアよりも CPU と GPU を見てください。こっちの方が大事。CPU スコアは一般的な処理能力。GPU はグラフィック能力 3D ゲームをするのに重要でしょう。CPU26 万点、GPU25 万点。重たい 3D ゲームをしなければ十分な性能だと思います。普段使いではサクサク動くと思います。ピクセル QA35 万点、45万点。これも性能高い。性能差あるけど、価格は全然違いますからね。こっち3万円ぐらいで売ってます。こっちフリマサイト6万円ぐらい。価格差倍です。しかもストレージ容量。モトローラは 256GB ですけど、ピクセルは128で6万円。256だと1万5000円高くなります。なので相場7万5000円ぐらいだと思います。エントリースマホとかはモトローラ H50S Pro が存在するので、もう買わない方がいいんじゃないですかね。もう少しお金出してこっち買った方がいいと思います。はっきり言ってこんなこと言ったらダメだけど、エントリースマホは安かろう悪かろうだと思います。とにかく安いスマホ欲しい人、H50S Pro 買った方がいいんじゃないですかね。これ以上相場も下がりにくいと思います。性能が全然違いますからね。次に電池持ち見ていきましょう。モトローラ Edge40 の時は電池持ちかなり悪かったけど、改善されて 60%、普通ぐらいになりました。4500mAhとしては普通。Pixel QA は電池容量でかくなって 70% になりました。Pixel の方が電池持ちはいい。使った感じ Pixel 9 Pro、これと同じぐらいの電池持ちだと思います。普通、十分でしょう。今回 Pixel QA とほぼ同じ性能、もしくはカメラ Pixel 8の方が若干性能高いです。Pixel 8と比較してカメラベンチマーク取りたいと思います。次にカメラ見ていきましょう。モトローラ写真、超高額レンズメインレンズ、なんちゃって2倍望遠。メインレンズの高解像度を切り出して1200万画素にして画質劣化しないはずの2倍望遠。高額3倍望遠レンズもあります。素晴らしい。ワンタッチで切り替えできます。ナイトモードにすると2倍は使えないけど、高額3倍があるのでいらないでしょう。Pixel QA と8ともに超高額レンズメインレンズなんちゃって2倍ワンタッチで切り替えできます。夜景モードにしても同じです。夜景は全て綺麗に撮影できる夜景モードで比較しています。写真性能の結論。モトローラ2倍はあまりよろしくないけど、高額3倍があるのでいいでしょう。今回 SIM フリー版で検証してるけど、ソフトバンク版とメモリーが違うだけです。ほぼ同じ。欠点がありまして、 AI 機能オフでもメインレンズ草の色が蛍光色になります。カメラアップデートで改善されてるかは分かりません。試していないので分かりません。知っている人がいるとコメントください。夜景超高額はあまりよろしくない印象。メインレンズ3倍は綺麗です。3万円のスマホだったらもう最強だと思います。よく縦向きや横向きに縮小されがちですけど、縮小したら画質わからないですからね。 PC やテレビで見てもスマホの小さい画面で見る感じ。スマホの小さい画面だと 480p の動画でも十分な画質綺麗に見えてしまいますからね。わからないでしょ。なので16対9のフルサイズを、横向きフルサイズをサイドバイサイドにしたいと思います。今回 Pixel QA とほぼ同じ性能、もしくはカメラ Pixel 8の方が若干性能高いです。Pixel 8と比較してカメラベンチマーク取りたいと思います。動画のフィルマ Pixel よりはやや劣るものの、十分な性能だと思います。夜間ピントが合わないバグ発生して、これは残念。カメラアップデートで改善されているかは分かりません。知っている人いたらコメントください。動画性能の結論。モトローラ 4K60fps 撮影できません。フルハイビジョン 60fps は超広角負荷です。30fps は全レンズ撮影可能。Pixel QA は 4K60fps が超広角レンズ使えません。廉価版でも風切り音軽減されるのは素晴らしいです。Pixel QA。モトローラは無風空間での撮影だったため、風切り音軽減されているのかは分かりませんでした。モトローラ欠点。2倍の画質微妙だけど、3倍があるのでいらないでしょう。写真も動画もメインレンズ草の色が蛍光色になります。
アップデート改善されているかはわかりません。動画や間ピンと合わないバグ発生。これもアップデートで改善されているかはわかりません。知っている方教えてください。コメント欄で。指紋認証位置が下すぎて押しにくい。指紋が違います。ギャラクシー S シリーズピクセルは画面内指紋ちょうどいい位置にあるんですけど、モトローラは下にあって押しにくいです。だいぶ下にあります。ギャラクシーはちょうどいい位置にあります。モトローラは下にずらして押さないといけない。ちょうど位置はこの辺。3万円のスマホだったら仕方ないでしょう。だいたいハイエンドぐらいです。上の方にあるの。モトローラどんな人におすすめなのか。カメラにこだわりがない人、普通に使えるカメラ、重たい 3D ゲームしない人、ミドルレンジなのでゲームには向いてない、 GPU が弱い、画質設定、FPS を落としたら遊べるかもしれません。普段使いでは快適です。エントリースマホとか買うよりはるかにいい。最後に5段階評価やっていきます。モトローラもう間違いなく5です。1万円から3万円のスマホとしては最強性能。これよりコスパの高いスマホ、新品で買えるスマホ、現在日本市場には存在しないでしょう。シャオミのポコ M7 Pro、あれも提供でおすすめされてると思うけど、あれよりもはるかにいい。お財布も搭載してるモトローラ、そんな感じです。